夕飯終わってですね、1杯目のビールも終わりまして、今2本目ですね、セイコーマートで限定で売っているメロンサワーをいただいてます。味はですね、ちょっと微妙な感じでしたね。周りがすごい静かで、夜空にはおぼろ月が浮かんでます。隣の85歳のキャンパーさんの会話がちょっと聞こえてきまして、もう自分たちもあと何年生きていられるかわからないし、思いっきり楽しまなきゃねっていう会話をされてます。年を取りますとね、残り自分が持っている時間がどれだけあるかっていうのはすごい気になってきますよね。そうすると今を思いっきり楽しまなくちゃなーってつくづく思うようになります。かぶじいさん、北海道ツーリング5日目、今日も思ったようにはいかないでしたね。動画の最後に次回の予告編おまけがあります。最後まで見てってくださいね。おはようございます。一晩明けたくっちゃろこの朝ですね。予報では雨だったんですけど、ご覧の通り晴れてました。ラッキーです。空が素晴らしい色ですね。もうすぐ日の出です。くっちゃろこの湖面がピンク色に染まっていて本当に綺麗でした。息を飲むような景色です。昨日の夕飯の残りをスキレットで温めて食べたんですけど、まだちょっとお腹空いてたので、佐竹のパスタ、お湯を入れてね温めるだけなんですけど、これをいただきます。このきのこパスタすごく美味しいんですよね。朝食を食べていましたら、正面の75歳の BMW の大先輩ライダーさんと、お隣の85歳のご夫婦ですね、おはようございますって声かけしていただいて、その後会話が弾みました。75歳の BMW の先輩、もうエネルギーが溢れまくっている感じで、今回 BMW の GS1200、いわゆるアドベンチャーバイクの頂点ですね、これでいらしてるんですけど、実はもう一台ハンター株も持っていらっしゃるそうです。で、今回どっちで北海道へ来るか少し悩んだ挙句ですね、スピードを取って BMW で来たんだけど、こうやって私がクロスカブで来ているのを見かけてですね、やっぱ北海道のんびり走るには株も良かったかなって言ってらっしゃいました。なんかね、BM に乗ってらっしゃるからだからそういう風にね、株のことをお褒めいただいて、すごいじいさん嬉しかったですね。株はやっぱりね、のんびりゆったりツーリングを楽しむのには最高なバイクだと思います。で、こちらの85歳のご夫婦ですね、今遠くに見えてる2人なんですけど、この2人はですね、静岡からいらしてるんですね。車でいらしてますけれども、数年前にご主人が脳梗塞で入院されて、生死の境をさまよったそうで、それをきっかけにもういつまであるか人生、いつまであるか噛みましたいつまであるかわからない人生だし、今を思いっきりその時を大切にやりたいと思ったことは迷わずとことんやろうね、そういう風に思うようになったそうで、こうやって数日前に北海道行きたいなと思って、それをきっかけにもう行こうって言って今回来た。すごいですよね、この行動力。85歳のご夫婦にしてみれば、私は63歳、20歳以上年下ですから、言ってみれば息子みたいなもんなんですよね。私がもう年ですしね、疲れますとかね、じいさんだしとかね、もういつ行っちゃってもいいんですよねとかって言うと、何言ってんのあなたって、そんなまだ若いのにね、そんなこと言ってちゃダメだよって、もっと楽しんでね、時間には限りがあるんだから、やりたいこと今のうちにたくさんやりなさいねなんて声をかけてくださって、いやほんと身に染みましたね。今回のツーリングを通してもね、この2組のライダーさん、キャンパーさんとの会話っていうのはほんと有意義なものになりました。そんなくっちゃろこ後に次の目的地へ向かいます。今日もオホーツク海から吹き込む風がすごい激しいですね。走るのがなかなか辛いでした。国道238号ホタテロードにある
北緯45度の日ですね。江差町です。北緯45度っていうのは赤道と北極圏との間のちょうど中間の角度ですね。前方からのね風がビュンビュン来るもんで、同じ60キロを維持するにもねアクセルをよりオープンしなければならなくて、多分ね燃費がきっとすごく悪化してると思いますね。今日も左手オホーツク海からの風が激しくてですね、小さい株だとすぐセンターライン寄りに流されちゃうんですよね。北海道入りして2日間は大自然を感じるロケーション、素晴らしいロケーションでのキャンプでしたけど、今日はできればちょっと違ったスタイル、36年前のミツバチ族の頃を思い出しながらね、どっかそういう田舎町の駅舎の軒下で寝てみたいなんて、そんなこと考えているんですけど、そんなこと今したらね、家のない高齢者が駅の下でね寝ているなんてねニュースになっちゃって大変ですよね。駅の軒下で寝るわけにはいかないんで、せめてライダーハウスみたいなね、ミツバチ族やカギ族を実感できるような、そんな場所ないかなって考えてます。36年前と比べるとですね、この無料でライダーを止めてくれるライダーハウスっていうのはもう激減してるんですよね。ほんと数が減ったと思います。お昼が近づいてお腹も空いてきましたので、大牟町の道の駅大牟でお昼ご飯を食べようと思います。こちらの写真が道の駅大牟ですね。すごい立派な展望台があります。大牟町はオホーツク海沿いの小さな漁港ですね。海を眺められる展望台があって素晴らしい景観です。なんとこの道の駅の中にロコ・ソラーレのパネルがありました。ロコ・ソラーレはここからほど近い北見をベースにしているカーリングのチームですね。いやー嬉しかったですね。でここには名物の大牟町でも取れる昆布をすり込んだ、昆布月見うどんっていうのが名物だそうで、いただくことにしました。このね淡い緑色昆布色したうどんですね。もちもちしてます。でこの新鮮な月見の卵混ぜてねいただきました。これね、体が冷えてたっていうのもあるんですけど、すごい美味しかったですね。昆布のこの味、塩の味が口いっぱいに広がってすごい美味しいでした。この道の駅でこの辺にライダーハウスはないですかって尋ねたところ、ここからもう少し南に行ったおこっぺ町に昔の名寄本線の駅が廃線になった跡地を道の駅にした場所があって、そこに昔名寄本線を走ってた気動車を使った無料の宿泊施設があるよって教えてくれました。もうまさに私が望んでる36年前を彷彿とさせるような場所だなってピンときましたね。でそこへ向かってるところです。はい、こちら昔 JR 名寄本線のおこっぺ駅の跡地にできている道の駅おこっぺですね。なかなか広い道の駅でしたね。小次郎を駐車スペースに止めて道の駅を散策してみようと思います。はい、道の駅を散策しまして、視界の中にこれだ、気動車が目に入ってきました。昔ですね、昭和の1958年代から、何年間か製造されたキハ22型という気動車、いわゆるディーゼル車ですね。キハ21型という、気動車をですね、風雪の激しい極寒冷地の北海道に合わせてですね改造した車両です。二重窓、
床を木製にして二重にしたりですね、出入り口にデッキをつけて風の侵入を抑えたりですね、風雪から危機を守る装備などを備えた北海道の鉄道網を支えた名車両です。この掲示板を見ますと、無料で利用できる宿泊スペースと、喫茶スペースがあるんですね。これが喫茶スペースです。昔の座席を利用してます。そしてこのように畳を敷き詰めて就寝できるスペースが用意されてます。これはまさに昔のミツバチ族やカニ族を彷彿とさせるような、なんでしょう、いいスペースですね。ところがまたしても予想外の展開になってしまいました。なんとコロナ禍のためにこの施設は閉鎖中。なんとアンラッキーなことでしょうか。道の駅をコッペでね泊まれないということになりましたので、やむを得なくですね、ここから小1時間走ったところのウエンシリ岳のふもとのキャンプ場を目指すことにしました。さらにここでトラブルが発生します。 GoPro のスペアのバッテリーを充電していたつもりが、コネクターが外れて充電ができていませんでした。なのでここから先動画が撮れてないんです。じいさんドジでした。というわけで動画が撮れていないので、ここから先はネットから入手した写真でご紹介します。はい、これがウエンシリ岳の写真です。標高1142メーターで、標高の割に鋭い尾根と深い谷間が入り組んでいる名山と言われていて、玄人向きと言われてますね。その麓の登山口にキャンプ場があります。で行ってみたんですけど、これ山深いところにあってですね、しかも熊注意の看板が出てました。どう見ても熊が出てきそうでですね、じいさん一人でテントを張って寝るのはもう危ないと思いました。ぽっくり行くのは良くても熊に八つ咲きにはされたくないんですよね。来た道をまた戻りまして、西横っぺ町を目指すことにします。はい、こちらが西横っぺ町の森林公園キャンプ場ですね。小さなスキー場に併設されている公園で、ささやかなキャンプ場があります。西横っぺ町の中にあるので、近くに温泉ランドがあったりスーパーやセイコーマートもあります。なんと公園に併設されている飲み屋まであってね、北海道の小さな町を感じながらのキャンプもいいかなと、時にはこういうのも味があるかなと思って、ここでキャンプをすることにしました。この温泉に浸かって買い出しをしてキャンプ場へ戻ります。今日はキャンプ地が2点3点した関係もあってね、温泉入って戻ってきましたらもう真っ暗になってしまいましたね。夕飯はセイコーマートで仕入れたサバのお弁当をスキレットで温めて食べます。今日のお酒はね、北海道限定の札幌クラシックですね。これすごいコクがあって美味しいです。いただきます。今回は36年前の自分とはちょっと違って、日々の目的地を決めずに大体の方向だけ決めて走る、そんな感じの走り方をしてます。スケジュールを決めずにね、のんびり成り行きやその時の気分に任せて走るっていうのがとっても自由だっていうのを、今回こういう走り方をしてみて初めて分かりましたね。今回ね、36年経った自分が若い頃を振り返ってね、俯瞰してみて、昔と今の自分何が変わったか、今自分がどうしたいのか、どうなりたいのか、そんな自分を見つめる心の旅、そんな意味合いもある今回のツーリングです。36年前の自分は北海道の大きな観光スポット、拠点を、そういう点と点を幹線道路で結んでひたすら速く走ってね、
北海道一周したなんてね、そういう満足感でいたんですけど、今の自分は違いますね。一歩幹線から入った内側の北海道の大地を見つめてね、今まで感じることのできなかった北海道を感じたい、そんな思いでもゆっくり走っています。そういった意味でもね、カブはとっても良かったなって思ってるんですよね。ゆっくり自分のペースで流してても気持ちいいカブ、やっぱこのカブっていいですね。はい、いろいろと気づかされる、そんな今回の北海道ツーリングになってます。じゃあおやすみなさい。はい、おまけの次回予告編です。出発から6日目を迎えることになります。はい、西湯コッペキャンプ場の朝です。今日も雨予報だったんですけど、晴れてましたね。ラッキーです。今日は今回のツーリングで唯一お宿に泊まります。今回は今までまだ一度も見てない富良野の真の姿を目指します。また今日もキハ22に遭遇しました。はい、釣り人にとってはとっても有名な名寄川を渡ってます。初体験パッチワークの風景を満喫します。今回はじいさんがドジで動画が撮れていなかったりしましたけど、いかがだったでしょうか。それではまた次回お会いしましょう。チャンネル登録、高評価、コメントをどうぞよろしく。